最初に、この動画では多くの死という単語が出てきます。苦手な人はブラウザバックを推奨します。それでは、どうぞ。死。誰もが根源的に抱く恐怖の対象であり、例外はあれど、基本的にどんな生物にも必ず訪れる最後の瞬間、それが死です。なので、どんな資産家であれ、どんな鍛え抜かれたアスリートであれ、それがたとえ戦闘力が53万の悪の帝王であれ、その瞬間は到来してしまいます。もし死んでしまえば、これまでに築き上げてきた全てだけでなく、自分という存在そのものが消滅してしまうからこそ、これだけ科学文明が進んだ現代でも、死は壮絶な恐怖を与えてきます。これを見てる皆さんも、人生で一度は一人布団の中で死を想像して震えたことがある人もいるのではないのでしょうか。いやいや、俺無敵だからそんなこと感じたことないけど。という方はコメントください。全力でいいねしに行きます。ところが、最近の研究によると、実は死は幻想であり、本当の意味での死は存在し得ない可能性が出てきていると言ったら、皆さんは信じられますか？こんにちは、ビヨンドです。本日は多摩大学大学院名誉教授であり、2010年に世界賢人会議ブダペストクラブ日本代表にも就任した田坂博教授が唱えている非常に興味深い仮説をご紹介します。あまりの凄さにきっと目ん玉がこぼれ落ちますので、受け皿をご準備してから視聴ください。本題に入る前に、そもそも死とは何なのかについて確認していきたいと思います。一般的に死とは何ですかと質問されたら、人生の終焉、すべての終わり、無に帰すことなどと答える方が多いのではないのでしょうか。なので、表現の違いはあれど、すべてが終わるという認識が一般では浸透していると思います。ここまでは常識の範囲です。では、科学的な視点で見たとき、死とはそもそもどのような状態なのでしょうか。厳密な定義はいろいろですが、おおむね次の3つの状態が確認されたら、それは死として扱われます。対抗反射の消失、心臓機能の停止、呼吸機能の停止です。ちなみにこれを死の三大兆候と言います。対抗反射はあまり聞き馴染みのない言葉ですが、要は瞳孔が動くかどうかです。瞳孔とは目の黒目部分であり、自分たちの意識とは関係なく、明るいところでは縮小し、暗いところでは大きくなる機能を持っています。役割としては、受け取る光の量の調節です。黒目が大きくなれば、たくさんの光を捉えることができるようになり、反対に縮小すれば、捉えることができる光の量が少なくなります。そして、反射というだけに、人間の意識では動かすことは不可能な器官でもあります。ちなみに、勝手に動くその様は、鏡でも確認できますので、自宅の鏡で確認してみると面白いかもです。そして人間の動向は脳幹が管理しています。脳幹とは人間の生命維持に関わる脳後方部分にある人体でも最重要器官です。そのため、もし動向が反応していない場合、それは脳幹が動いていない可能性が高いということであり、それすなわち脳幹が司っている他の生命維持も行われていない可能性があるのです。こうした背景もあり、瞳孔が反応しているか否かは生死に関わるのです。まあ他の2つは言わずもがなですよね。停止していたら子供でも生きていけないということが容易に想像できると思います。いやいやいや、俺は自力で動かせるけど。という方がいましたら怒ってください。あなたは新人類です。さて、ここまで死の定義について確認してきました。では、なぜ死の三大兆候が確認されたら人は死んでしまうのでしょうか。これにはたまらず、頼むから、それ以上聞かないでくれ。という人が多くなるのではないのでしょうか。これの答えとしては、脳細胞がエネルギー不足に陥り、機能崩壊を起こしてしまうということになります。先にもお伝えした通り、脳幹は生命維持に非常に重要な役割があります。しかし、実は低酸素状態には非常に弱いという性質を持っているのです。そのため、もし何らかのきっかけで心肺が停止してしまった場合、最初にやられてしまうのが脳なのです。つまり、このことから厳密には、呼吸が停止したから死んでしまうのではなく、脳細胞に酸素が供給されなくなった結果、体の生命維持を司る脳幹が停止してしまい、そのまま死んでしまうということです。そのため、たとえ心肺が停止してしまっても、約4分以内に酸素を届けられれば、蘇生させることは十分に可能なのです。もちろん、
これには個人差があります。なので、4分を超えても蘇生することはあります。ただしその場合には、いくつかの脳細胞がすでに回復困難なレベルにまでダメージが蓄積しているので、後遺症が残ってしまう可能性が高まります。こうしたことから、テレビやニュースでは口酸っぱく、心肺停止後は1秒を争うと言っているのです。怖いですね。ここまで、そもそも死とは何であるかを見てきました。しかし、実は医学の現場では時折、不可思議な現象が報告されるのです。それは、手術中など、どう考えても患者さんの意識がない状況であるにもかかわらず、後で話を聞いてみると、実際に経験しないとわからないような、手術中の細かな描写について話すことがあるというものです。普通に考えれば、ありえないことなので、お医者さんもびっくりします。そうです。これはみんな大好き、臨死体験です。臨死体験とは、事故や病気などで、心肺停止や呼吸停止、脳機能停止になっているにもかかわらず、意識が体外から離れ、非日常的な体験をする現象を指します。都市伝説のように語られたりすることもあるので、一般的には眉唾な現象という認識がありますが、実は臨床の現場では意外と報告されている現象でもあったりします。どれぐらい報告されているのかと言いますと、真面目に論文で書かれて、学会で発表されるくらいにも報告されています。ちなみに、どのような非日常体験をするのかと言いますと、バリエーションはたくさんあれど、おおむね次のような体験が多く報告されています。体が浮いているような感覚や、自分の体から離れ、自分の体を見下ろしていると感じたりします。トンネルに吸い寄せられてしまい、そのままトンネルの中に入ってしまう光景が見えたりします。亡くなった家族や友人、あるいは超越的な存在との出会いやコミュニケーションを取ったりします。人生の出来事を高速で追体験したりします。心地よい感情、愛、平和、無条件の需要を感じたりします。そして、臨死体験は、おおむね次の段階を踏んでいることがほとんどです。気づいた時には、自分の体は空中を浮遊しており、かと思ったら、トンネルのようなものを目撃し、それに吸い込まれます。その後、トンネルの出口かと思われる光を目撃します。そこでは、綺麗な景色が広がっており、すでに亡くなった先祖と出会い話をします。しかし、また肉体に戻ってしまうという感じです。不思議ですよね。ただ、臨死体験は、育った文化の影響を強く受けるため、キリスト教圏では、神、光、愛。日本では、三途の川。昔から存在している部族では、現地の神といった感じで、実はバラバラに報告されています。こうしたこともあり、科学的には、臨死体験は脳による幻覚だとされています。なんせ、育った文化によって臨死体験の内容はバラバラであるからです。まあ当たり前ですよね。バラバラで報告されているのは違和感があります。そして、現代医学では、基本的に人間の意識は脳由来とされているので、低意識状態の時に見た幻覚となるのはあり得る話なのです。実際、人は死ぬ直前、または死にかけている時、脳内ではいろんなホルモンが放出されます。しかしです。実は、単なる幻覚では説明がつかない現象も多く報告されているのです。それが次のことです。絶対に誰も知るはずのない場所に落ちていたサンダルの場所を正確に言い当てた。手術中に別の場所にいた知人が身につけていた服を言い当てた。医師にしか知り得ない執刀中の出来事や手術道具の使用方法を術後に言い当てた。このことから意識が完全に脳由来とは言い切れないのかもしれないということを信じている医師や科学者も多数存在しているのです。ちなみに、もしもっと詳しく臨死体験について知りたい方は、今は亡き知の巨人と呼ばれた立花隆氏が自ら調査に乗り出し、その全てを記録としてまとめた臨死体験という書籍を読むと面白いかもです。上下巻と長めの書籍ですが、前編にわたり科学的な視点で臨死体験を解明しようとしている様を追体験できるので、非常におすすめです。概要欄にもリンクを載せておきますので、気になった方はぜひ。さて、もしかしたら、これを視聴している皆さんの中にも、実際に臨死体験を体験したことがある方もいるのかもしれません。ちなみに、私は残念なことに、いや、幸運なことに、体験したことはないです。ここまで見てきたように、医学的に見て、意識がない状況でも、
意識は残り続ける可能性があるということが分かったと思います。では、ここで冒頭の疑問に戻りましょう。なぜ死は存在しないのか。その答えは、我々の意識情報がゼロポイントフィールドに保存されるからであると、多摩大学大学院名誉教授の田坂教授は言います。そしてそれをゼロポイントフィールド仮説と言っています。はい、意味不明ですよね。一旦今振り上げた拳を下ろしてください。ちゃんと細かく解説していきますので、ありがとうございます。では、詳しく見ていきましょう。ゼロポイントフィールドという言葉は、あまりにも聞き馴染みのない言葉であると思います。それもそのはず、この言葉は量子力学で用いられる概念であるからです。量子力学とは、原子やそれよりも小さい素粒子を扱う物理学です。聞いただけで耳にコンクリートを流し込みたくなるような学問ですが、意外にも1900年代にその大枠は完成している学問でもあったりします。皆さん大好きマックス・プランクやアインシュタインを含めたその他大勢が構築に貢献しています。そして、実は電子機器を制御するのに必須の知識でもあったりします。実際、量子力学の知識がないと半導体をうまく扱えないので、皆さんが大好きなプレイステーション5やスイッチ、スマホは作れないのです。科学の進歩は目覚ましいですね。では、話を戻しましょう。死が存在しない理由を理解するためには、次の2つを理解しないといけないと本書では語られています。1、ゼロポイントフィールドとは何であるのか。2、この世界の基本構造とは何であるのか。ではまずは、ゼロポイントフィールドについて見ていきましょう。ゼロポイントフィールドとは、簡単に言うと、何も存在しないと考えられる真空に存在する最低エネルギーで満たされた空間のことです。通常、真空と聞くと、そこは空気が抜き取られた空間であり、イメージ的には何もない無を想像する人が多いと思います。しかし、特定の空間から原子や電子など物質を全て取り去ったとしても、そこにはそれでもエネルギーは存在し続けるのです。このエネルギーのことをゼロポイントエネルギーと言います。ちなみに、もし絶対零度と呼ばれるいかなる原子の活動も停止する温度になったとしても、エネルギーだけは残り続けると理論で示されています。そして、そのエネルギーを元にして仮想粒子や光子などの素粒子が生成と消滅を繰り返すのです。物質が全く存在しないはずの真空にエネルギーが存在するとはにわかには信じがたいですが、実は理論的にも実験的にも確認されています。1943年、オランダのカシミール氏は、そんなことが本当にあり得るのかと思い、実験をしました。実験手順はこうです。導電性の金属板を2枚向かい合う形で設置し、その空間を真空にしました。そして、その距離が10ナノメートルに達した瞬間、その金属板の隙間を押しつぶそうとする真空の力が発生したのです。この力を精密な機器で計測したところ、なんと1気圧という驚異的な力になったのです。意味不明ですよね。1気圧がどれくらいすごいのかと言いますと、1気圧は1平方メートルあたり10トンもの圧力を生む力なのです。そして、この力が発生する原理を発見者にちなんでカシミール効果と呼びます。そんなバカなって感じですよね。そして、このゼロポイントフィールドには、この世界で生じたすべての情報が波動情報として保存されている可能性があるのです。これは、ゼロポイントエネルギーが波動干渉を起こす可能性があるためです。波動干渉とは、波が持つ性質であり、波が交差した時に新しい波が発生したり、それが増幅したり、減衰したりする現象のことです。名前は難しそうですが、実はとても身近な現象でもあったりします。一番わかりやすいのは、おそらく誰もが小学生の時にやったロープ遊びです。ロープを固定したり、誰かに持ってもらった時に上下にロープを振ると波が発生したかと思いますが、簡単に言えばあれです。また、水面に石を落とすと波が発生するのも波動干渉です。これ以上は物理のお話になるので詳細は割愛しますが、要は発生した波は互いに影響を与え合うので強め合ったり弱め合ったりすることがあるのです。そして、先にも述べたすべての情報を保存する可能性があるとは、文字通りすべての情報です。宇宙の始まり、銀河の成り立ち、惑星の成り立ち、生命が誕生した瞬間、昨日会社でサボっていたことがバレて上司に怒られた瞬間、さっきまで仕事中にゲームをしていたことまで、すべてです。もちろん、私たちの知っている常識とはかけ離れています。
なんせ意味不明であり、現実離れしています。しかし、この世界のすべての情報が記録されるという話は、実は宗教の中にも登場しています。仏教の有識思想における荒屋敷と呼ばれる意識の次元、古代インド哲学の思想、アーカーシャの中にも、ゼロポイントフィールドと極めてよく似た考えを見ることができるのです。現代オカルティズムにおけるアカシックレコードも考え方としては近いです。これらは微妙なニュアンスの違いはあれど、ゼロポイントフィールド仮説と近いものがあります。そう考えると、古の人々が想像したこの世界の全体像が、実は科学的にも検証の余地があるとは、なんともロマンのある話ですよね。しかし、なぜ全ての情報を記憶することができるのでしょうか。その答えを握っているのが、この世界の基本構造です。実はこの世界の基本構造は、粒子でもあり、波動でもあるのです。波動と聞くと、中二心がくすぐられるか、スピリチュアルっぽいと一蹴されるか、私が一発殴られるのかの3択に反応が分かれると思いますが、きちんと説明をしますので、今振り上げた丸太を下ろしてください。ありがとうございます。では、分かりやすいように自分たちの体を例に考えてみましょう。私たちの体は外側から皮膚、細胞、細胞核、DNA、分子、原子、原子核、陽子中性子、素粒子とだんだん小さくなっていくと思います。ここまでは学校で習ったと思います。最後に到達するのが素粒子なので、その言葉からこの世界の最小単位は粒であると思う人もいるのかもしれません。しかし、実は素粒子というのは粒と波動の2つの性質を併せ持つ存在なのです。つまり、粒でもあり、波動でもあります。このことは二重スリット実験などから確認されています。二重スリット実験については、それだけで動画1本作れるくらいに奥深いので、ここではざっくり解説します。1961年、科学者たちはこの世界に存在している原子が粒であるのか波動であるのかを確認する実験を行いました。スリットと呼ばれる穴の開いた板に電子を一つずつ打ち込み、電子の振る舞いを観察するというものでした。その結果、板には干渉島が発生しました。干渉島とは波が干渉した時に発生する現象であります。しかし、電子を一つずつ打ち込んでいるにもかかわらず、干渉島が発生したため、科学者たちは頭を悩ませました。これは普通に考えれば、電子を一つずつ打ち込んだ場合、電子はスリットの形になると予想されていたからです。そこで、次にスリットを電子がどのように追加しているのかを観察することにしました。結果、干渉島は発生せず、ただ単にスリットを経過した時のような状態になったのです。観察しないと波のようになり、観察すると粒子になったため、原子などのミクロな粒子は波でもあり、粒でもあると結論付けられたのです。そしてこれを粒子と波動の二重性と言います。ただ、なぜこれが発生してしまうのかというのは、現在でも議論されており、誰も決定的な理論を確立できていません。そして、こうしたことから、世界のすべての物質の最小単位は波動でもあると言えるのです。ここまでで世界の基本構造について理解できたと思います。ただ、そうは言っても、なぜ波動情報がゼロポイントフィールドに記録されているのかは少しイメージしづらいと思いますので、例を見てみましょう。ゼロポイントフィールドは水面であると考えると理解しやすいと著書は言っています。水面に石を投げ込むと波紋が発生すると思います。通常であれば、その波紋は時間経過とともに消えてしまいます。これは当然です。しかし、これが素粒子レベルの世界であるミクロな世界になると全く別の振る舞いをするのです。それは波は消えないのです。それどころか、どんなに情報を加えても元の情報は消えないのです。つまり言い換えるのなら、どんなに水面に石を叩き続けても個々の波は特定できるというものです。なんとも直感に反して意味不明ですよね。ただ、これが情報が記録されている仕組みであると本書では書かれています。そして、人間の意識の正体が魂であれ、脳内の電気信号であれ、何であれ、それらがこの世界に存在している以上、何かしらの物理現象であるため、最終的には波動情報に他ならないのです。そして波動情報であるならば、それらは全て余すことなくゼロポイントフィールドに記録されることができるため、たとえ死んでしまったとしても、自分自身の意識情報が消えることなく存在し続ける可能性があるというのが著者の主張です。つまり、
自分自身の意識のコピー体が存在し続けるということです。もちろん、それは果たして自分自身であると定義できるのかという哲学的な問題は出てきますが、自分と全く同一の意識パターンを持っている存在が存続し続けるので、自分が消滅することは避けられるのかもしれません。まあこれらの話はまだ全て仮説の段階です。そして人類の科学レベルではまだこの仮説を検証することはできません。しかし著者である田坂教授はかなりの確信を持ってこの説を支持していると話しています。こう聞くとなんだか希望が見えてきますね。さて、これまでなぜこの世界に本当の意味での死が存在していない可能性があるのかを見てきました。これまで完全に終わりのイメージが強かった死に対する恐怖が100万歩くらい譲ったらありえるかもなという希望に変わったのではないのでしょうか。ただ、ここで忘れていけない事実が一つあります。それは私を含めたこれを主張している皆さんの人生はただの一度きりであり、死はどこか遠い国の存在ではなく、実はいつも私たちのすぐ隣にいるということです。現代人はあまりに忙しい毎日を送っているため、朝目が覚めたと思ったらその次の瞬間には夜になってしまっています。そしてそうした非常に忙しい日々を送っているため、本当にやりたかったことすらも後回しにし、手軽に手に入る快楽に時間を使ってしまう人も少なくないと言われています。わかります。毎日辛いですもんね。しかし泣いても笑っても一度きりの人生です。たとえ死後の世界があったとしても、それはもう地球ではありません。泣いても笑っても一度きりなら盛大に笑いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこの世界に存在する脳がぶっ飛ぶ話を中心に紹介していきます。もしこの動画が少しでも面白いと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。